はい、東北大学犬岡田研究室の岡田です。我々のチームは東北大学の5名と東大の1名のチームで進めてきました。我々は主に Twitter のデータを用いましたが、大きく目標は2つあります。1つはネットの情報の信憑性の判断をどうすればよいか。もう1つは被災地からの情報を拾い上げて整理するにはどのようにすればいいかということを考えました。ここに挙げた目標以外にも今回さまざまな取り組みを行ったのですが、その全貌を8分で説明するのは厳しいので、詳細はウェブサイトを参照してください。また今回の発表の中に出てくる分析結果は全てデモシステムになっているのですが、データ利用規約の都合上公開できないので、ご興味のある方はご連絡ください。で今回の発表では先ほどの2つの目標に関する部分だけを紹介いたします。ネットの情報の信憑性の判断に向けてツイートデータの中からデマを収集し、デマの発生に関して、発生から収束までの時系列というのを分析しました。デマの収集ではツイートの中から自動的に分析をしてこのようなデマを取ってきました。でそれがどのように拡散しどのように収束するのかというのをこのように、時系列で表しました。例えば、双葉病院のデマの例では、30分で訂正する情報が流れ始めたんですが、収束するまで 11.5 時間かかったということが分かっています。また三条中学校の避難所が閉鎖したというデマに関しては、やはり30分で訂正情報が流れ始まったんですけれども、収束せずに、デマの情報だけが拡散して、今回のデータの範囲内では、収束が見られなかったということが分かっています。このように、デマに関してさまざまなパターンがあることが分かりました。で例えば、これは今度コスモ石油の例なんですけれども、デマの発生から、5時間後に最初の訂正があるんですけれども、収束するまでここに、19時間のタイムラグがあります。で今後なんですけれども、最初の訂正が出てからいかにこの収束するまでの間にこの情報を拾い上げてデマの収束に向かわせるのかということが、課題になってくると思います。で先ほどNEC さんの発表から本南病院の話が出たと思うんですけれども、我々も支援物資をどの場所でどの組織が必要としていたのかという分析をしておりまして、この現象に行き当たりまして分析をしました。で繰り返しになってしまうんですけれども、仙台のある病院が、重要ツイッター上で欲しいという必要としてますというかなり生々しい要望が発生しました。でこれ夜中の1時なんですけれども、5時間後にこれで一気に拡散したんですけれども、5時間後にオフィシャルなアカウントから解決しましたっていう話が出ていますし、電話してその問題を解決しましたっていうツイートが出てるんですけれども、その後その解決済みっていうツイートはほとんど拡散せずに、ずっとこの要望の拡散が収束しないという事態になりました。例えば、次の日のツイートなんですけれども、自衛隊に届けみたいなツイートがあって、これが18日まで続いているっていう状況になっています。でこのような状況になってしまうと、本当に必要とか本当に重要な情報が埋もれてしまいます。でデマなどの問題は被災地とあまり関係がないところで湧き上がっているのですが、支援要請の過剰な拡散は被災地に直結する深刻な問題になります。で支援の要請とその終了をきちんと管理できないと、支援を要請する側が躊躇してしまうことになってしまいます。でそこで、情報の信頼性とか新鮮さをどのように担保するかということが課題になります。我々はコンピューターが情報の裏を取って提示することで人間がさまざまな見解に触れ吟味できるような環境を作ることが大切だと考えています。でこのような情報の裏を取るための支援システムを2つ開発しています。1つは、情報の論述構造を可視化するシステムです。でこの図では、実際にデモがあるのでデモの方をお見せいたしますけれども、この図では、ツイートが点になってまして、影響度の高い順に、低い順に卵、鳥、星になっています。で、ツイートの内容が似ていると黒の線で結んでいて、ツイートの内容が反論になっていると青い線とか赤い線で結んであります。でこの辺が、デマを表すツイート群でして、例えば、コスモ石油のデマがこのようにつぶやかれています。でこれに対して、ツイッター上で非公式リツイートで反論している人がいまして、その情報を使って反論を認識したのがこれでして、こういう反論ですとか、あとツイッターの内容から反論を認識したものがこれなんですけれども、ここにもその打ち消しのツイート群がありまして、こういうものを関係で見せてあげることによってこのツイートに対してたくさんの人が反論をしていて、それが例えばNHKPR さんのようにかなり信頼性の高い情報から反論が出ているということが見れるようになります。ちょっと余計な想像をしましたけ
れども、で次は、情報の裏を取る支援の2つ目として、言論マップっていうシステムを、作っております。で言論マップシステムは東北大で開発しているシステムですが、災害対応に向けて NICT の情報分析研究室と連携しており、NICT の、質問応答システム1級で、出た質問、例えば放射能に聞くのは何ですかっていうと、イソジンですとか、とろろ昆布とかわかめみたいな答えが出てくるんですけれども、この、答えの裏を取るっていうことを今、研究で進めております。で話は変わって、2つ目の大目標に移ります。で今回はビッグデータワークショップなので、ツイートのマスの部分に着目した、試みが多く見られます。しかし、東京など被害の少ない地域からのつぶやきが多くて、被災地でツイッターがどのように活用され、どのような教訓が得られるのか、分析しづらくなっています。そこで、ツイッターから被災地の生の声を拾う試みを行いました。で最初に試した方法なんですけど、宮城県沿岸部の地名をつぶやいているユーザーをリストアップして、その上位からツイートを見ていって、実際に被災地に居住しているのかどうかっていうのを手探りで調査したんですけど、723件調査して、15件しか居住している人がいなくて、この方法ではかなりぶどまりが悪いということが分かりました。でいろいろ試行錯誤した結果、ツイートのデータの中に画像が入ってまして、その画像に着目するっていう回に行き着きました。でこのシステムも、デモがあるんですけれども、これはですね、多賀城市で検索して、でそのツイートの中に画像へのリンクが入っていたものだけを見せています。でそうしますと、このように実際に被災した人が撮った写真とか、その時のコメントが生々しい形でこのように残っております。でこのように見ることができます。で同じようなアプローチで、今度津波について検索しています。で、このような画像検索をやると、テレビをキャプチャーした画像っていうのはたくさん出てきてしまうんですけれども、それを人間の目でパパッと判別することによって、このような津波に遭われた方の体験とかそういうものが見れることができます。でこの情報を使って、どういう人がつぶやいたのかっていうことを、使ってあげれば、その時に被災された方っていうのを選び出すことができます。でそのような分析を、したんですけれども、東北大学の、今村先生と佐藤先生に分析に協力していただき、スライドまで作っていただいたんですけども、分析結果から地震発生当初はこのように体験を生々しく語っている人がいると。で、10時間以降のツイートを見てみると、被害が大きかったユーザーっていうのはツイートがどんどん減っていくことが分かっていて、被害が少ないユーザーほどつぶやいているということが分かっています。ただ被災者のツイートは少ないんですけども、しかし存在するということは分かっておりまして、被災者のツイートから何が分かってくるのかとか、あと減災に結びつけるために、例えば被災者が呼びかけ行動をしているときにどのように結びつけるのかということが今後重要になると考えています。で今後のビジョンなんですけれども、情報の裏を取ることをはじめとした営業設計で実際のサービスを作っていく予定です。内容は素晴らしいと思うので、はい、ちょっと残念ながら触れる時間がないんですけど、その前に僕ぜひ聞きたいことがあって、はい、デマは収束するのか収束するのかっていうのを、はい、これ翻訳の時なんかすごく困ると思うんですよ。息が終わるのか、はい、束に収めるのか、どっちが本当なんですか。これ今日の発表全部ばらついてるんですよ。収束するか、その言葉として、はい、そうですね。息が終わる。いつかは必ず収束するとは思うんですけれども、今回ちょっと1週間という短い期間でしたので、漢字がどっちか、息が終わるが収束なのか、束に収めるのか、それは多分私が多分間違っているかもしれない。束に収める。どっちだったら、これ収めるの方だと思います。専門家に収めるの方だと思います。はい。束に収めるの本当ですか。デマを息が終わるんじゃない。ほらね。ごめんなさい、新聞社の方とか。あれ。収束だと有限値に収束したらなんかゼロにならない。ならなくていいんだよね。だからデマは悪いんだよね。間違ってんだから息を止めないといけないんだよ。だと思います。わかんないけど。というわけで、これ今日さっきの翻訳とかそういう自動翻訳とか、やっぱりこれ情報自動化するときにこの言葉をちゃんとしておくのは結構大事なことなので、専門家の方多分いらっしゃると思うので、ここで決めればその通りにしましょう。